アメリカンリーグ中地区デトロイトタイガースの本拠地コメリカパークです。会場は2000年でメジャーリーグのスタジアムの設計では有名な HOK、 現在のポピュラス設計事務所の設計です。このスタジアムはですね、至る所に虎だらけなんです。おそらくですが、西武の本拠地ベルーナドームに2020年にできたライオンのオブジェはこの大きな虎のオマージュだろうと思われます。タイガースのそれまでの本拠地だったタイガースタジアムの老朽化に伴いまして、ダウンタウンの再開発の一環で建設されました。その頃のデトロイトの街は先ほども申し上げた通り、自動車産業が衰退したことによるダウンタウンの治安が悪化していた時期でもありました。スタジアムの建設を機に中心部ににぎわいを取り戻そうと、起爆剤のような役割も担っていたんだろうと思います。コメリカ銀行が開場時から30年のネーミングライツを取得しまして、現在の球場名としています。いやー、しかしこの虎に目が行きがちなんですけれども、ゲートにバットが2本立っていたりとか、球場の外観としてはものすごくデザインに凝っていますよね。あとこの球場で目につくのは I need チケットと書かれた紙を持ったダフ屋らしき人と安く水を売るお兄ちゃんたちですね。シカゴのギャランティードレートフィールドの回でもお話しましたが、どっかで安く仕入れた水のペットボトルを格安で売りさばいてるんでしょうね。ちなみにこの球場は未開封の水1本だったら持ち込みができます。この球場の持ち込み規定なんですが、 4×6×1.5 インチ以内のシングルコンパートメントバッグや財布だったらストラップがあろうがなかろうが許可されると書いてあります。これセンチに直すと 10×15×3 センチですからね、めちゃくちゃ小さいですよ。ほぼ手ぶらで来てくださいと言われてるようなもんですね。なので入場前にゲートの脇で観察しているんですが、あの赤いトレイに収まらないと多分ダメなんでしょうね。なんと今の球場の係の方が日本人の方でした。今回の旅行でシカゴとかミルウォーキーとかいろんなところ行きましたけれども、初めて日本人の方に会いましたよ。向こうから気づいてくださってめっちゃ嬉しかったです。こんな出会いもあるから遠征って楽しいんですよね。さあコンコースを回っていきましょう。よくあるでっかい椅子ですね。記念撮影スポットになっています。ビッグリーググリル、いやー、売店一つ取ってみても看板がかっこいいんですよね。いや、なんか思ってた以上にお客さん入ってますね。この球場って近年ガラガラのイメージがあったんですけれども、今年はポストシーズン狙える位置に来てますからね。この売店もかっこいいな。今度はライトからセンターへ向かいます。さっきから見てるとやっぱり去年引退した右のユニフォーム着てる人多いですね。ライトスタンドのコンコースからの眺めです。やっぱりあの照明灯かっこいいですね。そしてアッパーデッキの形が左右非対称なんですね。一塁側の方が2つに分かれてるのか。なんて面白いデザインなんだ。センターの裏はこのようにトンネルになっています。いやー、ここはトンネルになってたんですね。テレビで見る限りこんな風になってるとは思いもしませんでしたよ。こういうのこそ現地に来ないとわからないですよね。あのビル、いつもテレビで見てるとセンターの背後に見える建物ですね。あれ一体何の建物なんだろう。レフト側に抜けると名選手たちの銅像がたくさん並んでいます。これは圧巻です。なんで日本の球場はこういう風に球場の中には銅像を作らないんですかね。この辺の考え方がやっぱり全然違いますよね。こちらの売店はクラフトビールのブルームーンの看板が出ています。奥にはアメフトのフォードフィールドも見えますよ。あの容器欲しいな。あれだ、スーベニアチキンバケット20ドル99セント、高い。こちらはミラーライトの看板が出ています。ここから三塁側スタンドへ入っていきます。このちょっとわざと無造作っぽく組まれたような柱がいけてますね。この2階部分にはスイートルーム的なものでもあるんですかね。そのための通路が渡り廊下として設けられています。広島のマツダスタジアムみたいな、いや違うか、マツダスタジアムがこれを参考にしたのかもしれないですね。この照明の雰囲気とかですね、あとは真ん中に球団の歴史とかが展示されてるんですよ。この展示の仕方とかほんとかっこいいですよね。途中の売店で見つけましたお決まりのヘルメットアイスです。すごい大量に入れてくれましたよ。片手で持つとね、結構ずっしりきます。あとはボールパークにはやっぱりホットドッグですよね。後で席に着いたら食べようと思います。アッパーデッキへとやってきました。こちらの柱もメインコンコースと同様にあえて鉄骨な感じをむき出しにしてるのがいいですね。早速スタンドへ向かっていきます。
ということで今日も3階のアッパーデッキの席を取っています。ちなみに今日はですね、2013年までタイガースの監督だったジム・リーランドの野球殿堂入りと球団の永久欠番表彰式がありまして、現在スピーチが行われています。で、来場記念品がですね、ジム・リーランドのスターターパックという名目でいろいろもらいました。こちらはリーランドのサングラスで、そしてキャップももらいました。横にはね、リーランドの殿堂入りロゴ入りなんですよ。サングラスの中身はこんなような感じです。結構立派なもんですよね。そしてね、面白いのがヒゲもついてきまして、みんなでリーランドになりきれるようになっているんです。バックネット裏へやってきました。いやー、素晴らしい眺めですね。フィールドは全面天然芝です。レフトが 104m、センターがなんと 126m、そしてライトが 100m です。センターからライトスタンドにかけては背後にデトロイトのダウンタウンが望めるようにスコアボードをあえてレフト側に寄せた配置にしています。この手法は設計した HOK の作品にはよく見られまして、景色をも球場の一部に取り込むという発想なんでしょうね。先ほど行ってきた GM の本社のあるルネッサンセンターも見えます。あえて球場から見えるようにしたんでしょうね。さすがモーターシティ。センターには噴水があるんですが、シボレーファウンテンと書いてあります。ライト側にはコルベット、そしてですね、レフト側のはこれはシルバラードですかね。まだまだ球場の中を見て回りたいところがありますので、またうろうろしてみます。あそこにはボールの形をした観覧車があります。後で近くへ行って見てみましょう。ガラス張りのグッズショップです。おしゃれ。看板もマッチしてます。さっきも来る時に言いましたけれども、本当外観は周りの景色に調和してると言いますか、景色にうまく馴染んでるんですよね。メインコンコースが気に入ったのでまた見に来ちゃいましたよ。だってこれかっこよくないですか？天井からこうして吊るして飾ってたりとか、センスが良すぎますよ。何ここおしゃれなバーになってますね。こういうのが球場のコンコースにあるっていうのがすごいですね。続いて三塁側にはこちらビッグキャットコートというのがあります。これがですね面白いんですよ。
真ん中にメリーゴーランドがありまして、その周りを食べ物の売店などが取り囲んでまして、さながら遊園地のようです。でさらにこれ興味深いのがですね、見てくださいよ、これ全部虎なんですよ。虎のメリーゴーランドです。ここだけで十分楽しめるテーマパークですよ。この2階の部分にはお店はないんですかね。もともとあったけど今はないっていうだけなのかな。ちょっとその辺はよくわかんないですけども、まさにこれこそボールパークっていう感じです。すぐ横にはタイガースのグッズショップがあるので見てみましょう。 T シャツもたくさん取り揃えています。おー、いいねこの T シャツ。このバケツ欲しいな。タイガースのチームカラーはこのオレンジがよく使われているんですけれども、アメリカで虎のイメージっていうのはオレンジらしいですね。日本だとなんかこれ黄色のイメージなんですけどね。これは缶クーラーですね。たくさん種類があります。こちらにはグラスも売ってます。これは今回のシティコネクトの T シャツですね。リーランドの T シャツもある。デトロイトのシティコネクトシリーズはこのモーターシティのデザインです。青が基調になっちゃってるんで、個人的にはあんまりタイガースっぽくないような気がするんですけどね。こちらにはパーカーなどもたくさん売っています。こちらはシティコネクトのユニフォームですね。なんかあんまり野球っぽくないっていうか、サッカーのジャージみたいですよね。多分それがまた逆にいいのか。こちらはレギュラーのユニフォームですね。エースのスクーバルのです。お値段は199ドル99セント。こちらにはキャップもありますね。これいいじゃん。ダウンタウンのスカイラインが描かれてますね。今日はシティコネクトユニフォームの日ではないんですが、モーターシティのロゴが誇らしげに飾られています。ライトスタンドへやってきました。ポール際の一部はこのようにちょっとだけ上のスタンドが覆っています。少しだけセンター寄りの方に行きますと、このように開放的な空間になります。しかしこの球場は見やすいですね。傾斜が緩やかですごく快適です。いつもいろんな球場で言ってるんですが、最近ではアメリカの球場でも内野に防球ネットが張られているので、張られていない外野から見るとすこぶる視界がいいです。なんかどうやらライトスタンドの上のエリアにも行けるようなので、ちょっと上がってみようと思います。先ほど上空を覆ってたスタンドの部分ですね、ちょっとしたデッキになってんのか。ここからの眺めはどんなかな。ちょっと覗かしてもらいましょう。これはいいですね。ミラーライトラウンジって書いてありますね。なんかソファーとかもあってめっちゃおしゃれな空間です。野球そっちのけでね、楽しんでる人も結構たくさんいますね。さて続いてやってきたのは三塁側にある先ほどアッパーデッキから見えた観覧車のエリアです。ちょっとしたモールになってるんですね。ここで飲み物を買ったりもできるようです。こちらにはビアホールもあるんですかね。すごいな。そしてですね、こちらに観覧車が見えます。野球のボール型の観覧車です。ハイチュウがネーミングライツ取ってるんですね。野球のボールの形ってどっかの球場にありそうで実はないですよね。1人2ドルで乗れるそうで、お子さんがいる方なら楽しめそうです。さてホットドッグでも買って席へと戻ります。一番オーソドックスなホットドッグを買いました。やっぱりボールパークにはホットドッグですよね。毎度ご紹介してますが、アメリカの球場にはこのようにホットドッグのトッピングゾーンがあります。この種類の豊富なこと。このチャンネルではおなじみですが、本当毎度ケチャップのかけ方が下手なんですよね。誰かうまくできるいい方法を教えてください。やっぱり美味しいです。これを食べながら野球見て幸せですよ。しかしなんでこんなにアメリカのソーセージってのはジューシーなんでしょうね。ごちそうさまでした。何回食べてもアメリカで食べるホットドッグは違いますね。5日前の7月29日にホワイトソックスで見たデヨングをトレード先のロイヤルズでも見るというね、8月あるあるです。日産センターの GM のマークのとこタイガースのロゴになってる。そういえばビジョンの上のところにはタイガースの文字が虎柄で出ています。そして横には左右に2匹虎がいまして、目がこうやって光ってるんです。
ただいま時刻が20時40分ですね。外はまだねこんなに明るいんですよ。今日の試合は18時35分に始まったナイターなんですよ。で今9回の表で20時40分でまだこの明るさです。来る時の電車の中でも話しましたが、昨日いたシカゴからは400キロぐらいしか離れてないんですけども、時差でいうと1時間こちらの方が進んでますので、なんだか変な感覚になります。日本でも日の長さの違いを感じることってのはありますけども、時差はないんでね、やっと日没のようです。おー、さよならです。すごい。ナイターの時はこんなにライトアップしてるんですね。いや綺麗だな。いやーコメリカパークめっちゃ楽しかったですよ。野球を見る人、バーで飲む人、子連れで遊びに行く人っていう風に目的に合わせてうまく場所を分けてるなと感じました。一つ一つちゃんと見て回りたかったんですけれども、見どころがたくさんありすぎて一日じゃ全然見切れないですね。この虎の顔の下は何だろうって考えてたんですけど、きっと爪痕なんでしょうね。今更気づきましたよ。今日見られなかったところは明日もまた来ますので見て回ろうと思います。さてこれからホテルまで戻るんですが、夜のデトロイト治安が少し心配です。球場の周りの道が混んでまして、ストリートカーも来なさそうだし、ウーバー呼んでも時間かかりそうだったので歩くことにしました。このウッドワードアベニューですが、まだ試合後は一通りもあるのでしばらくは大丈夫そうです。あれなんだ、火事でもあったのかな。さっきから消防車がねガンガン走ってたんですよね。どうやらそこが現場みたいですね。ありゃ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 、車が燃えてしまったみたいですね。大丈夫ですかね。水かけたからかセキュリティのアラームまで鳴っちゃってるし、いやこれはすごいことになってるな。あ、これもしかしてここで止まってるからストリートカーも動けないんですね。あ、だからさっき電車が来なかったのか。まさかモーターシティで車のトラブルを見ることになるとはね。はい、ということで無事にホテルへ戻ってきました。というか正確には無事に戻れてよかったってとこですかね。あの後メインストリートをそれたらですね、一気に人通りが少なくなってやばい雰囲気だったんで、カメラを回さずに急いで駆け込みました。ホテルの外はこんな感じです。家族でねまとまって行動してたからいいものの、決して夜一人で歩いたりとかしないでくださいね。ここはデトロイトですからね。で腹が減ったので、この間ミルウォーキーのスーパーで買っておいたカップ麺を食べることにしました。ちなみにこの旅行用の折りたたみ電気ケトル、ネットで2000円で買ったんですけど、これいいですよ。おすすめです。アメリカのカップ麺は同じ日清のでも味が全然違いますんで、アメリカ行かれる時はぜひ試してみてください。それではまた次の球場でお会いしましょう。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。